一軒家に住んでます。家買ったんですか？買いました。車のために。ボーイズ&ユニス TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？イッチーです。年齢は？ 29歳です。お住まいは？埼玉県草加市に住んでます。お仕事？ IT 系の人事をやってます。はい、そしてイッチーさん、こちら車なんでしょうか？ホンダのシビックタイプ R です。2024年式ってことですかね？はい。納車されたて？されたてです。新品のホンダシビックタイプ R とイッチーさんでお届けします。お楽しみに。声裏返っちゃったイッチーさん、愛車遍歴を教えてください。18歳の時に免許取り立てで、はい、レガシー B41 台目に、はい、買いました。どうやって買ったんですか？お年玉貯金してたやつを大学入った時に親から、通帳をもらって、それをフルに活用して、じゃあお年玉をご両親がちゃんと貯めといてくれたイッチーさんの口座に。そうですね。はい。あれどこ行くんだって話ありますけど、ちゃんと活用されたんですね。ちゃんと帰ってきました。よかったです。で B4 買ってミッションブローしてしまって、4足入らないみたいな状況になってしまって、でもう直すお金もないっていう状況だったので、もっと安い中古買おうっていうことになってアテンザワゴン、これもマニュアルで買って、社会人になるまでそれは乗っていたような形です。はい、スバル松戸ってきて、はい、社会人になって1台目がロードスター ND 型ですね。現行の、最新ですね。新車で買って、新車、はい。でそれを3年間乗った後に BMW の M2 をこれまたマニュアル車で中古車で購入しました。早くなってきた。早くなってきました。でそれでなんかいろいろサーキット行ったりとか、初めての体験をいろいろして、でそれも3年ぐらい乗った後にシビックタイプ R が発売されるっていうことになったので、契約をしたんですね。いつ？2022年の11月ですかね。待って、約2年前ですか？はい、丸2年前に契約しました。契約とか予約をして、で納車待ちまでの間に、一応M2 をもう車検も来るし売らなきゃっていうことになって手放してます。でその納車待ちの間は、NC のロードスターを購入して、これも中古で3代目と言われてる。そうですね、3代目の NC ですね。納車待ちまで乗ろうって思ってたんですけど、結局 NC は今も持ってて、今はもうタイプ R と NC の2台持ちっていう状況です。2022年の11月に予約をして、23年は全く何もなしで、24年の7月にやっと納車。そうですね。心が折れませんでした？何回も心折れそうになって考えたんですけど、結局待ちましたっていう感じですね。どうですか、納車されて？待っててよかったなって感じです。で、今まで乗ってらっしゃった四駆とか、FF もありますけど、FR とか多いじゃないですか。久しぶりの FF どうですか？FF っていうのは、フロントエンジンでフロント駆動ですね。あんまり一般道で乗ってる感じだと安心感はあるかなっていう感じなんですけど、サーキット行った時に M2 でサーキット行ったらなんかちょっとピーキーというか、すぐお尻出ちゃうなみたいなところとかあったので、やっぱりそこの技量を磨いていければよかったんですけど、趣味程度のサーキット走行なので、ちょっと安全性も考慮して FF でもいいかなっていうような判断になったって感じですね。で、この車ではまだサーキット行ってないですか？これから行きます。楽しみでございますね、それは。イッチさん、シビックタイプ R 特徴教えてください。やっぱり外装で前後のオーバーフェンダーですね。ノーマルのシビックから45ミリだったかな、出てるような形になってます。なんかもっと出てるように見えますよね。ですよね。前から見ると。他には？あとは2世代前から続いてるエンジン K20C っていう VTEC ターボのエンジンなんですけど、馬力が330馬力、トルクが420ニュートン。すごっ。そのパワーを FF で駆動しているので、だいぶ滑りますっていう感じです。あ、そうなんですか。滑りました？踏み込むとやっぱり。そうなんですか。それは楽しそう。でも完璧ですね。ここはちょっとみたいなところはなし。1個だけあって、ガソリンタンクがちょっと小さめなんですよ。50リットルだったかな。なので燃費が10から11ぐらいで走ってくれるんですけど、航続距離がちょっと短いかなという。ということで、EK9 以来のタイプ R に乗ってみたいと思います。お楽しみに。失礼いたしました。
あんまり硬くない、もっと硬いかと思ってました。そうですね、今がコンフォートモードあ、そうかそうか、やってるのでモードがあると。はい。何段階ですか？3段階あります。今コンフォートとスポーツとプラス R があるんですね。ちゃんと R があります。 R が何変わるんですか？ R だとサスペンションがハードオンになるのと、エンジン音とかエンジンレスポンスとか、もろもろがサーキット仕様に変わる。待ちに待って NC まで買って、乗った時の感想どうでした？めちゃめちゃ嬉しかったです。ですよね。期待してたのとどれぐらいのマッチ度がありました？結構期待してたよりかは、意外にマイルドな印象はあって、普段も普通に使える感じというか、こう尖りすぎてない感じが逆に良いなっていう感じではあるんですけど、普段はだって普段乗りがねほとんどでしょうから、すごい刺激的なイメージをしてたので、ここは逆にギャップでしたね。乗りやすい。なるほど、じゃあいい意味でソフトでよかったなと。そうですね。とはいえね、スポーツモードと、R モードがあるから、それでまたね段階も楽しめて。そうですね。楽しそう。走りながらも切り替えができるんで。なるほど。プラス R モードにしちゃうと、結構ガチガチというか。そうなんですか。一回プラス R で友達乗せて走ってたら酔っ払っちゃって友達が車酔いしちゃって感じです。そんな違う。結構揺すられる感じが。なるほど。子供の時から車好きなんですか？そうですね。車は小学生の時から好きです。なんか原体験というかきっかけみたいなのあったんでしょうか？きっかけは父親と2003年のモーターショーに初めて行ったんですけど、そこでいろんなこう世界の車とか未来の車とか見て好きになったっていうのが最初のきっかけ。2003、21年前。そうです。8歳、小 2？ 小 3？ 小2、小3ぐらいの。そうですよね。何が一番こう衝撃的でした？当時はなんか結構フェラーリとかランボルギーニとかの展示があったので、そのスーパーカーを初めて生で見たっていうのが。たっぷり見えますよね。止まってるしね。そうですね。印象的だったのはフェラーリのエンツォ・フェラーリがフェラーリ何十周年かで出た時だったので時代を感じますね。その頃に見たエンツォが良かった。エンツォが日本車当時オデッセイが RB1 っていう方が発表になったモーターショーでもあったので、ミニバンなのにすごい低重心でステーションワゴンみたいな形をしてるオデッセイっていうのが結構衝撃でした。なるほど。かっこいいな。スポーツカーだけではなくて、そうですね。ちゃんと乗用車の方にも感銘を受ける一少年だったわけですね。でした。お父さんも車好きですか？そうです。父も車好きで。例えばどんな車乗ってらっしゃったとか覚えてます？本当に子供の時は結構ファミリーカーとか乗ってくれてたんですけど、行って落ち着いてきてからはスカイラインとかプリウスとか今乗ってて、で今乗ってるのがメルセデス・ベンツの A35 っていう一応 AMG。そうですよね。A クラスのちょっと刺激的なピリッとした。やんちゃなやつ。お父さんも乗ってらっしゃる。そうですね。いいですね。平日は夜は乗ったりしますか？平日の夜は乗ったことないですね。もうカバーかけて家の車庫に眠ってるような感じです。週末だけ乗りたくなったりしません？仕事終わりとか。なりますね。ただ結構仕事が遅かったので、これまでやってた仕事。午前職なさるんですよね。そうなんです。昨日最終でした。お疲れ様でございました。月の維持費はどんなもんですか？一軒家なので駐車場代はかかんないので、ローンとガソリン代と保険合わせて4万円ぐらい、4万から5万ぐらい。そういう感じですか？2台分でロードと合わせると7、8万ぐらいいくんですね。いってますかね。一軒家に住むんですか？一軒家に住んでます。家買ったんですか？買いました。車のために買いました。駐車場代とか賃貸とか、マンション買ったとしてもずっとかかっちゃうじゃないですか。家の家賃、駐車場代、2台だったら2台分。そうですね。2台分っていう感じなので、出費ですよね。車庫が一応2台分ある一軒家を探して中古で購入して。なるほど。なのでガレージとかではないんですけど、そのカーポート付きの屋根はついてるみたいな。そっちのが感じです。手っ取り早いんちゃうかと。そうですね。なるほど。確かにそうですよね。シートめっちゃ良くないですか？このシートいい。本当だ。めちゃめちゃホールドが。確かに。レカロいらないわっていう感じです。レカロぐらい、レカロを再現したんじゃないかぐらいのシートに座らせていただきまして、まずはコンフォートモードでショートストローク。コンフォートっぽいですね、まだね。そうですね。でも全然踏んでない。すぐ法定速度。あっという間。乗り心地もいいし。乗り心地もいい、確かに。
でもちょっとだけこのスポーティーさを残してあるから、そうですね、ソフトすぎずに、そうですね、ちょっとスポーティーさを感じつつもコンフォートに楽しめる大人4人が乗ってでお出かけもできるスポーツカー。すごい乗用車でございますよ。これは車以外で面白いエピソードありますか？イッチさんの趣味とか。車以外ってことですよね。実はあゆファンっていう。あゆファン。あゆって浜崎あゆみですか？浜崎あゆみですね、歌手の。はい。一番好きな曲は？その時によって変わるんですけど。いや、そうなんだ。はい。モードがあるわけですか？モードがあります。今だと退職したっていうのがあるんで、なんかちょっと切ない曲聴いたりとか、バラード系。なるほど。涼しくなってきたしなみたいな。じゃあちょっと切ないんですね、今ね。切ないですね、秋って。後ろに実はあゆのグッズがなんといます。何ですかそれは？あゆの愛犬のティッシュケース。めっちゃ気になってたんですよ、実はそれ。なんだろうと思って。これあゆのグッズなんですけど、分かりづらいですよね。いや、可愛いなと思ってたんですけど。可愛いです。あゆ感がないんです。あゆ感はない。でもなんだろうと思って、すごい存在感は発揮してハマってました。イッチさん、どういう風に維持していきたいですか？今は結構もう現状で満足してしまってる感じなので、あんまりこうカスタムとかは考えてないんですけど、もう十分な感じですよね、このノーマルで。今月中にサーキット行く予定があるんで、そこでなんか必要だなって思ったことをまずはいじっていこうかなって思いますので、見た目とかはいじろうって思ってないんで、どっちかというとその機能的な部分とか走りに関連する部分ですね。車高だったりとか足回り、ボディの補強とかですかね。なるほど。めちゃくちゃいい車ですね。しかしいいですね。これは買って大正解っていうか、待った甲斐があったというか、本当に良かったです。はい、戻ってまいりました。すごいですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よくできた車ですね。楽しいですよね。乗れて最高に光栄でございました。ありがとうございました。楽しい車でした。シビックタイプ R 100点満点中何点でしょうか？100点です。100点。その理由は？車自体のこの作り方もやっぱりこう熟成されてきてるっていうのが分かるなっていうのが感じるので、なるほどね。この赤いシートと伝統のレッドカーペットと、乗り込んだ時はすごい黒基調の景色に変わるみたいなところがあるんで、落ち着いて運転できたりとか。走行性能もってことですよね。そうですね。走行性能もサーキットでも走れるし、一般道でも楽しめる最高な車だと思います。これからサーキット楽しみですね。そうですね。ズバリタイプ R 乗り続けますか？はい、今のところはしばらく乗るつもりでいます。ですよね。未来はどうなるか分かりません。ということで、ボーイズ&ウィルズ TV、今回はシビックの最新のタイプ R とイッチーさんでお届けしました。また見てね。バイバイ。